皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださりありがとうございます。前回のチョコジャパでチャットで使う絵文字についてお話ししたので、今回は日本語のキーボードについてお話ししていこうと思います。文字を入力するために使うキーボードって言語によっていろんな種類がありますよね。日本語もたくさんあります。スマホやパソコンで日本のことを調べたいとき、普段使っている言語で入力して調べることも、日本語で入力することもあると思います。皆さんはスマホで日本語を入力するとき、どんなキーボードを使って入力していますか？スマホで使う日本語のキーボードは主に2つ種類があります。一つ目は、ひらがなが出てくるキーボードです。赤さたな、はまやらわが並んでいます。二つ目は、アルファベットが出てくるキーボードです。日本語をアルファベットを使って入力する、ローマ字入力っていうやり方です。ひらがなが出てくるキーボードは、ひらがなを使って日本語を入力します。このキーボードは同じキーボードでも入力する方法が2つあるんです。日本語を入力するために何回もタップするやり方と上下左右に指を動かして入力するやり方です。一つ目の何回もタップするやり方は、あって入力するときは、あのボタンを1回。いって入力するときは、あのボタンを2回。うは3回、えは4回、おは5回タップして入力します。なので、例えば日本って入力したかったら、にはなにぬねのなので、なのボタンを2回、ほははひふへほなので、はのボタンを5回、んはわおんなので、わのボタンを3回タップします。何回もタップするやり方です。今のスマホができる前の携帯電話、ガラケーとかって言うんですけど、それで使われていた入力の方法です。トグル入力って言って、これが今も残っています。二つ目の上下左右に指を動かして入力するやり方は、あって入力するときは、あのボタンを1回タップ。いって入力するときは、あのボタンを押しながら左に動かします。うは上に、えは右に、おは下に動かして入力します。なので、日本って入力したかったら、にはなにぬねのなので、なを左。ほははひふへほなので、はを下に。んは和音なので、和を上に動かせば OK です。もし、ガギグゲゴとかパピプペポっていうかに点々をつけた濁音とか、はに丸をつけた半濁音を入力したかったら、点々と丸がついたボタンを押せば入力できます。これはフリック入力と言います。トグル入力のように何回もタップしなくていいので、とても楽に入力できるんですよね。私は今フリック入力を使ってるんですけど、トグル入力やローマ字入力の人もいます。私の周りの人はほとんどがフリック入力を使ってますね。このひらがなのキーボードは、ラのボタンの下に
点とか丸、はてなマークとかびっくりマークのボタンがあるんです。フリック入力なら、点はそのボタンを1回タップ、丸は左に動かす、はてなは上に動かす、びっくりマークは右に動かして入力します。で、このボタンはラの下にあるので、急いでびっくりマークとかはてなマークを入力しようとすると、変な文章になることがあります。例えば、ありがとうって言葉にびっくりマークを4つつけようと思います。ありがとう、びっくりマーク4つって入力できれば OK なんですけど、間違えてラのボタンを触ったまま右に動かしちゃうことがあるんですよね。ラのボタンを右に動かすとレなので、びっくりマーク4つがレレレレになるんです。なので、急いでるとき、ありがとうレレレレになることがあります。今日はスマホで日本語を入力するときに使うキーボードについてお話ししてきました。今日お話しした中によく使っているキーボードはありましたか？ちなみに皆さんがラジオにコメントしてくださるときはどのキーボードを使ってるんですか？ぜひ教えてください。それではまた次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。